あ、そっち向こうか。はい、まもなく目的地に到着しようかというところなんですが、小さな漁村の民家の間を抜けた先にある公園のところにあると聞いてるんですけどね。案内看板を見落としてしまったのか少し迷っております。でもここ公園って書いてなかった。さっきの今出てきたとこ。今出てきたとこを行けばいいのか。あれか。旅人たちが愛してやまない端っこ。僕もその一人ですが、見えてきました。あの先ですね。聞いてはいましたけど、確かにしょぼい感じ否めないですね。到着でございます。こじんまりとした駐車場と、あとトイレがあります。お、やっぱりライダーさんたちもいらっしゃいましたね。端っこ好きは考えることが一緒なのかな。はい、日本列島の西の端ですね。やってきました。ここは長崎県佐世保市にある日本本土最西端の地、神崎鼻です。これまでね、僕は本土の最北端、宗谷岬、最東端のサップ岬、そして最南端、佐多岬はすでに制覇してたんですけども、残すはここ最西端だけだったんですね。西はちょっとしょぼいなんて噂を聞いてたんで、後回しにしちゃってたんですよ。でもですね、4端制覇のためには避けて通れない道なので、今回、その本土最西端にやってきたというわけなんですね。この最西端といってもですね、定義がいくつかあるみたいで、一般的には北海道、本州、四国、九州の4つの大きな島を本土と呼ぶことが多いみたいです。だから日本で一番西にあるのは沖縄県の与那国島なんですが、本土最西端となると、この長崎県の神崎鼻になるというわけです。あんまりちっちゃいから気づかへん。北緯33度12分51秒、統計129度33分17秒。めちゃめちゃ海が綺麗ですね。向こうに見える島は平戸島かな。島が見えるから最果て感は正直そんなに強くないのかもしれません。これがしょぼいって言われる理由の一つなのかな。そしてこうした本土の4つの端っこにはそれぞれ到達証明書というものが用意されてるんです。コレクター魂をくすぐられますよね。旅の記念に集めてる人もたくさんいるみたいです。ちなみに僕は集めてませんけどね。こういうのは自分の目で見て記憶に残すタイプなので。でも、旅の思い出を形で残したい人にはすごくいい記念品になると思います。ここ、神崎鼻でも佐世保市内の観光案内所などで無料でもらえるみたいですよ。はい、そしてこの足元ですね、ここには日本の4端がある町、稚内市、根室市、南大隅町、そしてここ佐世保市との交流を示す4極交流広場のモニュメントがあります。はい、次はね、平戸の方に向かってるんですが、だいぶいい時間になってきてお腹も減ってきました。田舎すぎてね、レストランとか食堂とかないんですよね。なんもないなーって走ってたら、お弁当を売ってる小さな商店を見つけて、そこでお弁当を買ってきました。せっかくなんでね、九十九島が見渡せる景色のいいところでお弁当を食べようと、長串山公園っていうところに上がってきました。
ここは4月から5月上旬にかけて10万本のツツジが山を真っ赤に染めるとんでもない絶景スポットなんです。なんですが、見ての通り、僕たちが来たのは5月の下旬。すっかり綺麗さっぱり終わっておりました。でもね、がっかりするのはまだ早いんです。ツツジはなくてもこの景色を見てください。眼下に広がる北九十九島の島々ととても青い海。この大パノラマは季節に関係なく圧巻です。むしろ花のシーズンが終わった後だからこそ、この絶景を独り占めできる贅沢。人も少なくて静かな時間が流れています。花の最盛期はどれだけ美しいんだろうって想像するのもまた楽しい。この静かな絶景も格別。シーズンオフの長串山、これはこれでおすすめですよ。はい。てっぺんはこんだけしか展望がありません。東屋や神社のところは木が生えているので少し景色は隠れてしまうのですが、鳥居の少し前に出ると絶景の展望が広がっています。どこかに4棟があるの？どこかに4等三角点があるようなのですが、見つけることはできませんでした。はい、海渡ります。平戸大橋。はい、今渡ってるこの赤い大きな橋が平戸大橋です。これを渡ればついに平戸島に上陸です。1977年4月4日に4年の歳月と総事業費56億円をかけて開通しました。開通当時は有料道路でしたが、2010年4月1日から通行料が無料になっています。橋の長さは 665.1 メーター。主柱と主柱の間の長さは 465.4 メーターだそうです。橋の両岸には平戸公園と田平公園が整備されており、展望台からは平戸大橋を一望できます。公園は絶好の撮影スポットであり、休日には多くの観光客で賑わっています。平戸島に上陸しました。この平戸島には橋でつながった日本本土最西端と呼ばれる場所があるそうなんですが、ただそこへ向かう道がかなり断崖絶壁で道幅も狭いらしくて、残念ながらこのバスで行くのはなかなか難しいということなので今回は断念しました。いやー、行きたかったですね。残念。そこで僕たちが向かったのはもう一つの最西端、橋で結ばれた日本本土最西端の港。一体どんな港が待っているのでしょうか。橋で結ばれた日本最西端の港。見えねえ。こんな感じで見えません。次にやってきたのは川内峠。ここで車中泊しようと思ったのですが、あまりにも寂しい感じなので下の道の駅まで降りることにしました。今日はね、道の駅行きつき大橋っていう大橋の手前のとこですね。手前いうか渡ったとこ、島の方、こんなとこ、もう橋が真横に見えるところの海辺の
道の駅で車中泊じゃないね、仮眠を取らせていただこうと思っております。ほっほなかなかすごいですね。今日買ってきたのはこれスボかまぼこっていうんですけど、ストローで巻かれてるんですね。でこのストローのことをスボっていうらしいです。これは長崎県平戸市を代表する郷土料理らしくて、魚のすり身をストローで巻いて蒸し上げたかまぼこということです。食べ方としてはこのままストローを外してかぶりつくとか、鍋に入れたりして食べられるそうです。で昔はね、このストローではなくて英語のストローですよね、藁のストローで巻いて作られてたらしいです。その方が水分調整がしやすくなって長持ちしたということらしいです。今はねもうプラスチックのストローになってますけどね。これアジとエソって何でしょう。エソって何でしょう。エソをはじめアジやアゴなどの旬の魚が原料になったということらしいですね。南蛮文化の玄関口平戸港の川内浦には外国の商船が行き来する長官の施設があり、暮らしのやり取りの中で蒸す料理法が欧州から伝えられたということらしいです。これをいただいてみたいと思います。そしたらこれをストローをこれはぐったらええのかな。そうなんやね。こうストローをはぐるんやろな。まあちょっと初めてなもんですから。意外とちっちゃい。はい、そしたらこれを切ってみようかな。三徳包丁で。はい。まああれですね、すり身を温めた蒸したやつですね。ちょっといただきます。つまみ食い。うまい。わさび醤油に合いそうやね。はい。そしたら切って盛り付けていきたいと思います。それとね、これアルマドっていうなんか謎の丸っこい天ぷらのようなものを見つけたので、さっきのストローかまぼこと一緒に買ってきました。こんな、これまず真っ二つにしてみる？はい。真っ二つに切ってみます。これ卵が入ってる。卵にピンク色の色がついてて、でその周りをこれはスケソエソ魚肉エソ、さっきのやつやね。エソっていう魚のすり身、スケソ糸よりから卵。なんかこんな食べ物です。もう半分に切る？もう半分ぐらいに切った方がいいかな。どうやろう。どう切ったらいい？こうか。切ってみる？こうかな。でかすぎたら食いにくいもんね。はい、こんな感じで切ってみました。はい。これもね、ちょっとこれマックスバリューで買ったんですけど、長崎のこれは見たことがなかったので買ってみました。これは特産なのかな。その前にアルマド、さっきの卵の入ったやつね、あれはこれ平戸のお祝いには欠かせない料理だそうです。
特産だそうです。かじり天。かじり天はね、これも平戸で販売されるかじり天は特に棒天と呼ばれることが多いです。この平戸の辺で一般的な天ぷら、イカとか魚介の天ぷら、棒状にしたやつを言うみたいですね。全部平戸でした。はい、晩酌の準備が整いました。それではこの前の残りの酒もちょっとしかないよ。これから行きたいと思います。これ鳥取の酒でしたね。はい、そしたらいただきます。ご飯を炊くのはめんどくさかったので砂糖のご飯で横着したいと思います。砂糖のご飯もね意外と美味しいからね。ということでしょ。横着じゃないの？横着じゃないの。横着。はい、600ワットで2分です。でこれ締めのサバカツ丼の出来上がりです。サバカツ丼いただきたいと思います。全部乗ってもた。わさびつけるもんなんでしょうかね。どうですかね。よくわかんないですけど。うまい。美味しい。これはわさびいると思います。わさび薬味はやっぱりいりますか？うまっ。サバうまっ。サバ美味しい。サバカツって初めて食べたんちゃう？ないよな。サバのフライとかはないかな。だってさ、だいたい僕らのとこでは煮付けとか、焼きサバや。でもサバサンドする人がいるやんね。サバのトマト煮とかね。それは家でしか食べたことがない。サバサンドとかサバのトマト煮、サバサンドってどこで食べた？トルコ？トルコ行ってない、ね。トルコ行ってないね。どこで食べたの？家で食べた？家で食べただけか。これうまいわ。わさび最高。これ締めにこれよかったね。これうまい。サバカツってうまいね。もう平戸最高かも。はい、道の駅を奥の方に進んできたらね、これは何？これビーチでもないよな、砂利やもんな。こんな感じ。砂じゃないです、石。そしてここなんか上にもなんか駐車場とかありそうやね。どれどれ。なんか立ってるよ。これなんなのやろ。なんか電気ついてない？これなんなんでしょう。駐車場ある。博物館。へえ。なんか隠れてるね、民家がね。みんな隠れキリシタンなんかな。知らんけど。なあ。思ってる？そう。じゃあ上に泊まっとったら雨やったかもしれん。雲の中やね。そんな信仰をさ、
わざわざ隠れてやるってどうなんやろね。えいや例えばさ、仏教徒やったとしてはい仏教禁止やって言って、ああそうですかって感じじゃないそこまで信仰心がないやん。でもなんかキリスト教になっちゃうとうん逃れられないみたいな。仏教徒ってなんかなんとなく他の宗教も神仏一体やから、そんなにああそうなんやなって思うけど、どうなんですかね。わかんないっすけど。まあでも、どこのぐらいやったっけ。ああ、端っこじゃなかった。ね、どこまで行くんですか。もう暗くなってきたからな。端っこなんかなと思ってきてるけど、端っこじゃないわ。信長とかの時代やったら、うん確か、キリスト教 OK やって。ほで、なんか突然、キリスト教はあかんなっう。あ、なったんや。たから、それは信仰してる人は、あーって思うかもね。これ延々続くね。帰ろうか。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカ
カーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。